車で行ける日本のいいところということで、今回はですね、愛車の日産エクストレイル GE フォース、こちらで新潟県瀬波温泉、こちらを目指してロングドライブしていきたいと思います。車で行ける日本のいいところ車旅のシリーズですね。はい、スタート前なんですけれども、今ね、私が住んでるの埼玉県になるんですが、埼玉県出発する前なんですけど、エクストレイルのね、1年半乗ってきた走行距離が5337キロと、現在の平均燃費がですね、リッター 14.2 と、出ています。じゃあこちら、1個リセットしてですね、今ね、給油した直後ですので、給油後平均燃費、こちらで今回ね、往復800キロぐらいの、旅行になるかと思いますので、そちらのね、エクストレイルのレポートなんかもしていきたいと思います。それでは、行ってきます。はい、ここからですね、外環道、そして、関越道に、向かっていきたいと思うんですが、今はですね、3連休になっていますので、雨の3連休と。で、関東でもね、雪が降るみたいなんですけど、さらに、降雪エリアの新潟を目指していきます。途中大渋滞みたいですけど、まあ、のんびり、走っていきたいと思います。せっかくでしたらですね、スポーツモードにして加速していきたいんですが、前が疲れているので、ちょっと加速はできないですけど、はい、こんな感じの力強い加速になります。まあ、エクストレイルの不満点っていうのをね、今回の道中でちょっと語っていきたいと思います。1年半もう乗ってますからね。で、1個目の不満点なんですけど、このドライブモードセレクトの画面がですね、地味で、同じね、プラットフォームとか、システムとかを結構使っている、インフォテインメントも似ている、アウトランダーに比べると、なんかドライブモードの、セレクトの演出がかなり地味でですね、で、スポーツモードがなぜか2ページ目にあるって、これね、初見殺しで、あれ、スポーツモードないんかいって思ったぐらいだったんですけど、なぜかですね、2ページ目にあるっていう、これはちょっとどうなのよって思う UI ですね。それがまず1つ目。そして2つ目の不満点なんですけど、ワイパーに雨滴感知のオートモードがないんですよ。この車格でですよ。私買った時でも500万円以上してましたが、今さらにですね、4、50万値上がりをしてしまいまして、かなり、高い車になってますけど、日本円で550万円ぐらいの、車にはなっていますが、まあ、海外ではね、ローグっていう名前で売られてますけど、日本ではエクストレイルという名前で売られてますよね。で、550万円ぐらいの、私が乗っている GE フォースというグレードになります。でも、雨滴感知モードのワイパーがないんですよ。だからまあ、このね、雨の状態によって、このワイパーの雨量を調節しないといけない。いうのもなんか微妙に装備がしょぼいなと思うところですね。で、兄弟車両のアウトランダーでは当然オートモードも用意されてます。そして不満点の3つ目ですけど、 E ペダルっていうワンペダルモードで今走ってます。まあ、これがあるのはとても良いと思うんですけど、パドルシフトによる減速セレクターがないんですよね。まあ同様にこれアウトランダーではある装備なので、なんでエクストレイルでは減速セレクターないのかなって思います。で、アウトランダーに E ペダルモードがないんだったら、それで差別化されてるのかなって思うんですけど、アウトランダーでもワンペダルで、減速加速ができる、いわゆるまあワンペダルモードも用意されていると、 E ペダルのようなものも用意されていると、いうことで、なんか完全にエクストレイルの方が装備が劣ってしまっているという状況になっています。それがまあ4つ目ですよね。まあこれらはね、もう納車直後にもインプレッションしてるんで、今更っていうところではあるんですが、ぶっちゃけて言ってしまえばですね、それ以外の不満点はほぼないと言っていいぐらい、不満の少ない車になってるんですよ。まああとは欲を言えばシートベンチレーションがついてればなお良かったなっていうところですけど、静かだし、乗り心地いいし、内装もすごくいいし、アンビエントライトもついているしっていういいところを挙げた方が本当に多い車。本当静かで乗り心地が良いっていうのが、まあ、かなり、推しのポイントですね。私が買って良かった車12選という、動画先日出しましたけど、それにも見事選出されているのがこちらのエクストレイル GE フォースとなっています。で、パノラマルーフも用意されてるでしょ。で、インフォテインメントはもう本当国産車トップレベルにめちゃくちゃいいと。メーターの中に地図も表示できる。で、この
ナビ画面も 12.3 インチでウィジェットとかも豊富に用意されていて、自分好みの表示パターンに、カスタムできますし、そうじゃなくても今かかっている音楽とかが常時表示されるようなインフォテインメントの表示パターンになっていたりと、すごく練られてるんですよ。もう本当この辺はね、トヨタのナビとかは日産を見習った方がいいなって思うぐらいよくできてるんですよね。ただね、あと本当欲を言えばですけど、エクストレイルにはプロパイロット 2.0 がないんですよね。これもだから不満のポイント6つ目ぐらいになるでしょうか。シートベンチレーションがない、プロパイロット 2.0 がないというないものねだりにはなってしまうんですけど、セレナに用意されてますからね。セレナも通常グレードに、プラスね、何十万とか100万近く確か高かったような気がしますが、そこまで払って、プロパイロット 2.0 が欲しいかって言われると、なかなかそこまで出せないよ。だからエクストレイルが650万ぐらいの、価格になってしまってもいいんだったら、プロパイ 2.0 つけたいっていう人がいるかどうかっていうところですよね。私だったら多分つけると思いますが、いやプロパイ 2.0 はね、本当に感動するほどすごかったんで、エクストレイルにこそあってほしいなって思う装備ではありますけどね。日産の高級 SUV にはなりますからね、今のところ。他にインフィニティとかね、もっと大きいでかい車 SUV 海外で売られてるけど日本に入ってきてないんで、あとはアリアになっちゃいますが、アリアはプロパイロット 2.0 用意されてますけど、のエクストレイルには残念ながらプロパイロット 1.5 までと、ナビリンク機能付きの地図を読み取って、コーナーの前に緩やかに減速してくれるというようなナビにリンクした、プロパイロット 1.5 相当となっていますけど、そのぐらいですかね。ないものねだりをするのであれば、不満は6つぐらいと言えると思います。じゃあそれではね、ここからまだまだロングドライブ300、今、58キロと出ていますけども、超ロングドライブしていきたいと思います。でこちらのエクストレイルにはですね、今スタッドレスタイヤを装着していますので、降雪地域もバッチリと。ワンソクチューブ今21台ラインナップがあるんですけど、その中で唯一スタッドレス履いてるのがこちらのエクストレイルとなっていますので、冬場の出動機会はめちゃくちゃ多いです。はい、今ですね、渋滞にはまってしまいまして、まだ鶴ヶ島の前なんですけど、結構な渋滞になっています。でそんな時にでもですね、このオッドキャストですね、私が愛用しているオッドキャスト P3、こちらがあればですね、車の、純正ナビ画面で YouTube、Amazon プライム、Netflix、ダゾーンとかね、TVer とかね、いろいろ Android アプリで用意されているものであれば、このように見れてしまう。で、私が愛用しているのはオッドキャスト P3 なんですが、こちらのエクストレイルとかですね、日産の車には、ケーブル1本でつながるという良さがあります。めちゃくちゃ簡便ですね。何らかの Wi-Fi とかでですね、接続する必要があるんですが、私はスマホのテザリングとかね、あとはポケット Wi-Fi とかを使って、こちらのオッドキャストを使っています。もちろんね、ドライバーは注視してはいけませんけども、隣にね、座ってる助手席の人とか後ろの後部座席の人とかは、もう渋滞とかになっちゃったらもう目も当てられないぐらい退屈なわけじゃないですか。そういう時にはこういうね、オッドキャストとかで、このナビ画面をね、YouTube とか Amazon プライムとかね、そういうので動画を楽しんでもらえれば起きててくれると。で、起きててくれると話し相手になってくれるということで、ドライバーも眠くならないというメリットがあります。なので、こういう長距離ドライブの際にはですね、もうオッドキャストめちゃくちゃ私愛用してるんですけども、今回ももうまさに渋滞にはまってしまったんですが、そんな時でもオッドキャストがあればもう本当にね、助かるなっていう感じですね。ハンズオフはできないですから、ドライバーは注視できないですけど、音だけでもね、楽しめると。さらにですね、オッドキャスト P3 が優れてるのはこのようにですね、地図画面と YouTube とかの動画を2画面表示できちゃうんですよ。エクストレイルの場合はですね、このメーターの中に地図が表示できますので、こちらの画面をね、助手席の人に全て貸してあげてもいいんですけども、そうじゃない車の場合はですね、このように2画面表示で、片側を Google マップで、片側を、YouTube とか Amazon プライムというような使い方もできちゃうという、こういう優れものなんですよ。さらにですね、オッドキャスト P3 がすごいのは、このように7対3の分割で、5対5の分割、さらに3対7の分割という形で、
任意のね、分割の比率を選ぶことができるということで、ドライバーの方は地図を大きく、で、助手席の方で映像を小さく見る、なんてこともできちゃうわけですね。いや、優れものですね。で、オッドキャストはですね、結構、正規代理店を謳って、なんかパチモンとかも流通していてですね、万が一動かなかったりとか、不具合とか初期不良とかもあったりするので、そういう時に非正規店で買ってしまうとですね、返品交換ができなかったりしますが、まあ私のね、下の概要欄に貼ってあるアキンド屋、こちらで買っておけば、日本語対応もしてますんで、日本の正規代理店なので、で、そちらで買えばですね、万が一不具合とかね、動かないとか、初期不良とか、あとうちの車対応してなかったみたいな、そういう場合があっても返品交換、とかね、返品対応してくれますので、下の概要欄のアキンド屋から買うのが間違いないですからね。で、タイミングによってはね、割引クーポンなんかも出てる場合もありますので、そういう場合はね、私のコミュニティ欄にですね、割引クーポン、発行してるときは、1万円オフとかで買える場合もありますからね、ぜひ私のね、コミュニティタブで、オッドキャストの割引情報出てるかチェックしてみてください。まあでもね、こういう渋滞のシーンではですね、本来的にはやっぱりプロパイロット 2.0 欲しかったですよね。日産なのにやっちゃえ日産ができないっていうね、エクストレールの、まあ、残念なポイントにはなりますけど、エクストレールでもプロパイ 2.0 対応してくれたらね、また買ってもいいなって思うんですけどね。まあ、そんな時でもね、こうオッドキャストとかで楽しみながら、ドライブするといいんじゃないでしょうか。渋滞も流れが解消してきました。じゃあここからね、また、会場に走っていきたいと思います。はい、今関越道をですね、新潟方面に走ってますが、まもなく谷川岳パーキングエリアということで、ようやく山に雪が見えてきたと。今年はやっぱ雪全然ないですね。伊香保とかですね、水上あたりも全然周りは雪が積もってなかったんで、ここから先の、新潟方面に向かっていく関越トンネルを抜けた先はおそらく雪があるんじゃないかと思いますけど、まだ全然雪ないですね。遠くの山には雪がかぶっているという状況です。果たして新潟の雪景色はどんなもんなんでしょうか。はい、今ですね、谷川岳パーキングエリアにやってきました。ここでちょっとね、関越トンネルの前にトイレ休憩したいと思います。はい、今ですね、谷川岳パーキングエリアで、ちょっとおトイレ休憩してきたんですけど、いや、日本のパーキングエリアって、日本に住んでいながら、本当にね、毎回すごい進化してるなって感動しますね。で、こちら、谷川岳パーキングエリアですね、なんか、谷川岳の雪解け水みたいなのが6年かけて出てきているというのが6年水というのがあって、で、それがね、蛇口をひねるとね、出るようになっていて、結構汲んでる方いらっしゃいましたね。なんか、コーヒーとかお茶とかを抽出するのに適しているというふうに書いてありました。いや、ちょっと飲みたかったんですけど、ペットボトルがあいにくなくてですね、今回は飲まなかったんですけど、さあ、ここから関越トンネル。長いトンネルですね。長さ10キロのトンネル入って行きます。これを越えると日本海側ということで、新潟の方になりますけども、そして谷川岳パーキングエリアでトイレ入ったんですけど、なんか最近のトイレってすごいですね。絶対忘れ物しないような作りになっているということで、トイレをね、施錠した時の施錠のドアハンドルがですね、その上に荷物が1キロまで置けるようになっていて、スマホとか財布とかの手回り品の忘れ物が多いということの苦肉の策だと思うんですけど、物を置く場所がそこしかないんですよ。だからドアを開けて出るにはそこのね、荷物を手に取らないと外に出れないという仕組みになっていて、あ、なるほど、これだったらスマホとか財布とか忘れないよなって思いました。傘とかもね、かけられるようになってて、いや、すごいアイデアだなって思いました。やっぱり日本のこういうね、パーキングエリアとかサービスエリアとか公衆トイレってすごい進んでて綺麗ですよね。改めて、いや、これはね、海外の方が感動するのもわかるなっていうぐらいなんですが、ベビーチェアもあるし、あとね、便座の除菌のクリーナーも、併設されてますよね。もちろん無料でトイレットペーパーにつけて拭くこともできて清潔だし、で、あと温水洗浄トイレはもう大体当然のようについてますよね。で、これもこの TOTO のね、シルバーのこのスイッチが大きいやつ、これに関してはリモコンに電池が入ってないそうなんですよ。で、その電源をどうしてるかっていうと、このスイッチを押すときにちょっと硬くないですかね。
でこの硬いスイッチを押すときにコイルを動かして回して発電しているということで、スイッチを押す力を利用して発電してリモコンの、充電にしているという、そういうアイデア商品にもなっているみたいなんですよね。いやこれも聞いた時びっくりしましたけど、いや日本の公衆トイレってすごいなって改めて思いました。で谷川岳パーキングエリアではですね、お土産どころも結構充実していてですね、東京新潟のお土産がそれぞれ買えるようになっていて、それぞれの土地でねお土産買い忘れても大丈夫なようになっていると。でなんか地元月夜野のねなんか名産品なのか陶磁器みたいなね、ものも売ってましたね。なんか猫ちゃんの、陶器とかねあって面白かったですね。あとなんかこれがなぜここにあるんだっていうねタッチズーみたいなねなんかでっかいぬいぐるみとかもありましたけど、あとミル引きコーヒーってね、私もたまに飲みますけど、ちょっとお高い、高速道路のパーキングエリアで、あるコーヒールンバが流れる、自販機ですね。あれのドリップパックが、売ってました。ちょっと思わず買おうかなと思ってしまうぐらいだったんですけど、今回ちょっとミル引きコーヒーのなんか、自販機がですね、準備中で売り切れだったんで買えなかったんですけど、また道中ねなんかちょっと気になるコーヒーなのにバナナホイップ味みたいなのがあってすごいなと思ったんで、ちょっと次回パーキングエリア寄った時にあるようだったらちょっと飲んでみようかなと思ってます。じゃあそんな感じでね、谷川岳パーキングエリアを後に関越トンネル抜けて新潟走っていきましょう。さあ間もなく、関越トンネル10キロを超えて新潟方面抜けて行きます。トンネルを抜けるとそこは雪国でした。土だるパーキングここにありますけど、今回は寄らずに真っ白銀世界。いやこれは綺麗だけど道路全然雪ねえな今年ね、2024年は全国的に雪が少ない、暖冬と言われてますけど、確かに木とかちょっと黒い部分見えてるから新潟も雪少ないのかな。この前青森行った時も数年来の雪不足って言ってましたけど、雪が降ってないというふうに言ってましたけど、新潟もなんかあんまり雪感ないですねで今回目指しているのは瀬波温泉というところなので、もうすでに新潟県入っていますが、ここからまだ87キロ先ということで、まだまだ新潟市内を越えて、そのさらに先山形の方まで、日本海側走っていきたいと思います。はい、今ですね関越道を抜け新潟も抜け日本海なんちゃら道路みたいなやつを抜けてですね、瀬波温泉の近くまでやってきました。で、道中やっぱ全然雪がなくてですね、途中ちょっと、雪も降ってたんですけど、もうこっち村上市ですかね、この辺って降りたところではですね、もう全然道路はおろか道の脇にも雪がほとんどないっていうような状態になってます。いや雪今年ないですね本当に。間もなく、目的地ですね。瀬波温泉大江戸温泉のプレミアム塩味噌というところを今回お宿取っていますので、そちらに向かっていきたいと思いますが、住宅地を抜けていくという感じですね。まあ車で行ける日本のいいところというテーマの車旅やってますけども、今回は、新潟県ということで1年ぶりですね。去年もエクストレイルで来てますけど、新潟もね、たまには来たくなりますよね。新潟も好きですね。今回は、日本酒をねちょっと堪能するところにも、帰りに寄りたいと思っております。日本酒といえばあそこですね。そしてお宿でもねちょっと日本酒は堪能していきたいと思います。見えました。はい、日本海見えてるでしょうか。ようやく日本海見えましたね。高速走ってると全然日本海的な雰囲気を感じることができませんでしたが、ようやくここに来て、日本海が
少しだけ拝めたという感じですが、多分お宿からは絶景の日本海が見えるんじゃないかと。で、晴れ男パワーでですね、なんとか青空が見えてきたということで、運が良ければ瀬波温泉といえば夕日が綺麗ですから見えるんじゃないかと。見えてきました。大江戸温泉のマーク見えてきましたね。さすがにやっぱりここは公共交通機関というよりは車で来るのが良いんじゃないかなと思います。本日のお宿、大江戸温泉プレミアム塩味噌と。はい、目の前が、日本海の絶景ですね。ここ来たことある。泊まったっていうか、ここに泊めて足湯に入った記憶がありますね。はい、大江戸温泉プレミアム塩味噌到着。はい。ということで、大江戸温泉物語プレミアム塩味噌、宿泊させていただきました。いや、なかなか良いお宿でしたね。エントランスを入っても、いきなり一望の海と、日本海が絶景と。やっぱり瀬波温泉はね、夕映えの海がね、有名ですからね、それを一望できるまさに塩味噌の名前の通りでした。大江戸温泉グループではね、ラウンジが併設されていまして、宿泊してる間ね、無料で飲めるドリンクとかね、ビール、そしてハイボール、サワーがなんと飲み放題となっていました。で、チョコとかナッツとかのね、おつまみもあると。それをね、夕暮れを見ながら、なんかね、カウンターで飲めるというのも良かったです。で、恒例のお部屋チェックですけれども、お部屋はですね、純和室という感じで、比較的オーソドックスな感じでした。で、布団の上げ下げはですね、すでに、畳まれた布団が置いてあってですね、食事中に引いてくれるとかそういう感じではないんですけど、この方が気使わなくて良いかなと思いました。そしてね、部屋からも絶景のオーシャンビューでございました。そして夕食はね、ビュッフェになっていました。和、洋、中のね、いろいろなビュッフェで。また今回もね、いろいろ山盛り取っちゃったんですけれども、サーロインステーキやローストビーフ、あとお寿司や穴子のわっぱ飯とか、もういろいろあってですね、めちゃくちゃお腹いっぱいになっちゃいましたね。そして、1100円で、5種類の日本酒の地酒、そしてワインが、飲めるというね、飲み比べセットみたいなのがあったんで、それもね、頼んでみました。で、1100円で、5枚のコインがもらえてですね、それで
おちょこ1杯分ずつぐらいね、自動で注がれると、コインを入れると、自販機のように使えるという飲み比べセットありました。これもいただきました。やっぱ日本酒のね、地酒美味しいですね。やっぱ新潟は酒どころですから。そしてね、温泉も、やっぱ瀬波温泉は、なんか石油とかのね、採掘中にお湯が入れたという歴史があるそうなんですけども、いいお湯でしたね。本当にまた日本海がね、一望できるお風呂でございました。そしてですね、翌日は、ワンソクチューブのメンバーシップのロイヤルメンバー1年以上、参加してくれている方とですね、プチオフというのを定期的にやっておりまして、旅行先でやってるんですけど、それもね、今回新潟で行いました。ゆうゆうさんというね、方と、あと M さん TV さんという方とね、3組で、地元のイタリアンレストランでね、お食事をしました。でもね、釜焼きのね、ピザとかね、もちもちのパスタとか食べて美味しかったですね。で、アフォガード食べたんですけれども、アフォガードってね、アイスクリームにエスプレッソコーヒーを、入れて食べるデザートですけれども、案の定ですね、びしゃびしゃになってしまいましたね。はい、注ぎ方下手すぎですね。で、メンバーさんと会うときにですね、毎回結構聞かれるんですけど、本当にそんな車買ってるんですかって聞かれるんですが、安心してください。買ってますよっていう風な形でですね、Don't worry, I'm buying car って感じでですね、持っている車の鍵を並べて、本当に買ってるんですねっていう風にね、そこで納得していただいているという感じです。で、その後はですね、3台、車をですね、瀬波温泉の海岸沿いに並べて、記念撮影をしたという感じですね。で、瀬波温泉海水浴場はですね、海水浴場100選というね、日本の環境省が選定している絶景の海水浴場として指定されてるんですが、清掃活動を行っていますというふうに縦看板に書いてありました。ですが、結構ですね、砂浜、ゴミだらけでした。すごいなんか、悲しい気持ちになりましたね。もう皆さん絶対に、ゴミ、捨てて帰っちゃダメですからね。ダメ絶対。で、本当だったら泣き砂って言ってね、砂浜を歩くとキュッキュと砂が泣き砂というので有名な砂浜なんですが、残念ながら砂は泣かずに、それよりもゴミが目立ってしまう海岸になってしまっていました。シーズンオフだと、このように荒れ放題となっていますが、本当に皆さんゴミは絶対捨てないようにしてくださいね。そして、恋人の聖地というものになっていて、2008年7月に恋人の聖地に、認定されたということで、なんかハートの形をしたモニュメントとかね、鐘がありましたけれども、私、一人でね、おじさんが一人でね、カーンって鳴らしてきましたけど、嫁側はですね、ラウンジでお酒をたしなまれていましたので、私一人で、砂浜散策してきました。そして、瀬波温泉ではですね、無料の足湯が何箇所かあります。冬季、閉鎖しているところも多いんですが、一箇所ですね、大乾燥瀬波の湯というね、お宿があるんですが、そこの足湯日本海というところが一般に開放されていて、そこでね、足湯を楽しむことができます。で、シーズンオフですがやっててくれるのは本当にありがたかったですね。で、ちょっと冬場はぬるかったですけど、一応ね、ちゃんとお湯になっていて、一人でね、ちょっと海と夕日を眺めながら足湯に入ってきました。で、大江戸温泉、プレミアム塩味噌、翌日の朝ですけども、朝食はですね、こちらもバイキング、ビュッフェ形式になっています。で、朝はですね、セルフ海鮮丼という感じで、エビとかね、ホタテとか、ネギトロとかを、自分でご飯の上にかけて、食べれるセルフ海鮮丼というのもあって、それもね、美味しかったですね。で、他にもね、朝ラーメンみたいなのもあったりとか、自分でね、ラーメン茹でて、作る朝ラーメンとか朝カレーとかもあってですね、朝からお腹いっぱいになったという、大江戸温泉物語、プレミアム塩味噌さんでした。お世話になりました。さて、ここから埼玉までまた400キロぐらい走っていきますが、現在の給油後平均燃費がですね、リッター 14.2 ということで、エクストレイルあんまりやっぱ燃費良くないんですよね。高速だけ走っててこの燃費かっていうところなんですが、3000キロぐらいですね、リセットしてない平均燃費も 14.2 となっていますので、私の走らせ方にもよるのかもしれませんが、ほぼほぼプロパイロットで高速道路のね、制限速度で走ってきてこれぐらいなんで、やっぱり E パワーは高速ちょっと苦手だなという感じはあります。120キロ区間とかね、ほとんどなかったですから、それでも 14.2 となっています。帰りはどこまで燃費が回復するかというところですが、ちょっとですね、寄り道して帰っていきたいと思います。それじゃお世話になりました。ありがとうございました。はい、今ですね、お宿からもうすぐ2、3分走ったところにですね、来る時にちょっと気になっていた、
めちゃくちゃ立派な鳥居がありましたので、そちらのね、神社、少しお参りさせていただきました。岩船神社というふうに名前が書いてあります。で、由来みたいなものがね、貼ってありましたが、西暦648年とかなんか640年って書いてあったんで、今から1400年前ぐらいからの歴史のある神社ということで、いや、すごいですよね。日本ってほんと神社ね、いっぱい全国にありますけど、どれも結構歴史が古いところが多いですよね。この辺はね、岩船町と呼ばれているあたりなんですかね。岩船エリアというふうに、地名が書いてありますが、この岩船神社があるから、岩船町という岩船港っていうのもありますね。なかなか趣のある神社で、手水舎でね、手を清めて、こういうのもね、日本のならではの文化ですよね。神社にお参りに行く前にですね、鳥居をくぐる時にも頭をペコリと下げ、そして手水舎っていうね、手を洗う、ところがありますけども、それで、洗う作法もね、書いてありました。これも本当だったら多言語で書いてあるといいと思うんですけどね、ひしゃくに水をすくって左手をすすぎ、右手をすすぎ、そして左手にお水を取って口元をゆすいで、最後、ひしゃくの柄を、流すと、縦にして、自分が持ってたところも清めるというようなのが作法となってますけども、こういうのもね、多言語で、対応してるといいんじゃないかなとも思いますけどね。そして岩船神社の、本殿のところでお参りさせていただきましたけど、建物は木造ですごいなんか歴史を感じる建物でしたね。で、ここにも作法がね、しっかり書いてありましたけど、日本語でしか書いてなかったんですが、二礼二拍一礼ということで、2回お辞儀をして、そして2回拍手をし、そして1回頭を下げると、そしてお願い事をするという作法ですけども、これ願い事をするというよりは、どちらかというとアファメーションに近いと私は思っています。要は宣誓ですよね。自分はこうありますという、未来の自分はこうありますという宣誓をする場所だと思っています。なので、神頼みばっかりじゃなくてね、私はこうありますというふうに、そういう宣誓をすると神社では良いんじゃないかなと思います。さあ、ここから新潟の市内の方向かって、走っていきますが、寄り道したいと言っていた場所はですね、ポンシュ館というのが、新潟の各地にあります。新潟は米どころ、お米が取れるところ、そして、酒どころでもあります。お酒が作られる場所ですね。なので、新潟駅に、隣接しているところにですね、ポンシュ館という日本酒を、たくさん試飲して購入することができる、お店がありますので、そこでね、お土産を買っていきたいと思います。私はドライバーなんでお酒は飲めませんが、私の嫁息がですね、試飲をして、お土産を買っていきたいということなんで、ポンシュ館寄って帰りたいと思います。はい、今ですね、新潟駅直結している心西館というところに、ポンシュ館というね、日本酒の、試飲とかね、購入ができる、施設があるんですけど、そこに行ってきました。で、私はドライバーなので、試飲はできないんですけども、嫁息がですね、試飲をしていたという感じで、500円、ワンコインでコインを5枚渡されまして、で、なんか100種類ぐらい、新潟の酒蔵のお酒がガチャガチャみたいな感じでですね、コインを入れると、おちょこ1杯分、出てくるというような仕組みで、飲めるようになっています。なので、1000円でも結構な量が飲めると思いますし、ワンコインで飲めるお酒もあれば、ちょっとプレミアムなお酒はコイン2枚とかになってたりとかするんですけど、大体のお酒がワンコインで飲めるというような感じになってました。で、一応ね、お酒のスペックとかも書いてあってですね、星5段階とかでね、表記してあるんで、自分好みのお酒を、選んで飲むこともできますし、さらにですね、AI お酒診断みたいなやつがありまして、で、自分の好みのね、お酒のキーワードみたいなのを入力すると、それに合ったお酒を提案してくれるというような、なんかタブレットみたいなものもありました。で、ちゃんとね、多言語対応していて、海外の方でも、英語は、表記されていましたね。そういうので、自分好みの日本酒を探して、
飲むと良いんじゃないかと思います。それ以外にも結構お土産もたくさん置いてあって、新潟のね、日本酒だけじゃなくてですね、おつまみであるとか、お菓子とかね、あと酒器ですね、お酒の器、こういうものも、たくさん扱っていてですね、日本の伝統工芸のようなものもそこで買えるようになっているという、なかなか面白い施設でしたね。いや、これは車で来る場所じゃないなと改めて思いました。新潟駅直結なんでね、公共交通機関で新潟来られる方にはもうめちゃくちゃいいお土産どころじゃないかなと思います。帰るね、時にもね、なんかお酒を買って新幹線で飲むというのもできますしね。はい、ということでここから帰路についていきたいと思います。埼玉までここから4時間半ぐらい315キロあるということで、ガソリン途中で給油しないでもなんとかね、埼玉までは帰れそうですね。渋滞に巻き込まれないといいんですが、それでは帰っていきたいと思います。はい、ということで、埼玉まで戻ってこれました。で、今回の、旅の走行距離が 767.1 キロと出ております。で、給油後平均燃費がですね、リッター15まで伸びました。で、エクストレイルの、1年半での走行距離も6093キロまで伸びました。で、3000キロからですね、リセットしていない3300キロ走った平均燃費、障害燃費がですね、リッター 14.4 まで伸びました。新潟まで往復のほぼ高速道路というのを考えるとリッター15ぐらいは、往復で出たよという感じですね。帰り、雨でね、80キロ制限とかがかかっていたんで、少しね、燃費の方もですね、飛ばしすぎないで15まで伸びたという感じでしたけども、無事に、新潟まで往復約800キロ近くという車旅もこれにて終了という感じです。いや、なかなか瀬波温泉良かったですね。いや、日本にはまだまだいいところたくさんあるんで、これからもね、車で行ける日本のいいところというコンテンツ、車旅出していきたいと思いますので、ご期待ください。こういう旅動画もいいねと思ったらぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではあなたの旅情も刺激する車買うチューブ、ワンサクチューブ、次回もお楽しみに。